眼圧も上がったり下がったりします。この上がっているね、数字の一番高い時がどんぐらいなのか知りたいですよ。眼科医の平松です。今日はあなたの神経を改善する治療法についてお話ししようと思います。特に神経の血流を良くしてくれるんですよ。今回のお話は緑内障のお病気についてのお話なんですけど、緑内障というのは今まで眼圧というのをターゲットにしてきて、これを下げればいいですよ。逆に言うと、眼圧を下げることしかやりようはないですよと言われていました。が、ある治療をすることによって眼圧を下げることもできるんですけど、同時に目の血流も改善するんだよっていう研究結果が出てきたので、それを皆さんに共有したいと思います。今回のお話は2025年ジャーナル・オブ・グラウコーマの290から296ページに載っている論文の内容となります。この治療法をすることによって、眼圧、目の硬さも下げてくれて、血流も良くしてくれるんですよ。じゃあ、まず、眼圧を下げるっていうことが今まで何度も言われてきたと思うんだけど、じゃあなんでこんなに眼圧って言われてるのっていうと、緑内障という病気の本体は、目の玉の神経が弱くなって、神経が悪くなった部分の視野、見える範囲が欠ける。これが緑内障なわけです。じゃあ、どうやって神経が悪くなるの？いろんな要素があります。血流が悪いだとか、酸化って言ってね、年齢性のダメージがあるとか、近視も関連してきたりだとか、糖尿だとか、睡眠不足だとか、睡眠時無呼吸症候群だとか、低血圧だとか、いろいろあるんですが、今の医学で言われているのは、エビデンス、いわゆる証拠ですね、がある程度あるものとしては、眼圧、目の硬さですね、ここの眼球を触った時のこの硬さが柔らかい方が、眼圧が低い方がより進行しないと言われているんです。眼圧は空気でブシュッと測ったり、医者がチップを当ててチェックしたりするもんですけども、それによってチェックしたこの眼圧を下げればいいですよと。言い方変えると、眼圧を下げる以外に今のところ有効な手立てが明確にはないですよと言われているんですよね。だから眼圧下げましょう、眼圧下げましょう、目薬しましょう、レーザーしましょう、手術しましょうみたいな話がよく言われるわけです。で、散々頑張って治療はしました。で、眼圧、目の硬さもそれなりに下がりました。じゃあ、目薬3種類しました、4種類しました。それで眼圧が11ぐらい。結構下がりました。もともと20ぐらいでしたね。じゃあ11まで下がったから大丈夫でしょう。確かに。多くの人、具体的に言うと7、7割ぐらいの人は、ここまで眼圧を下げてあげることによって、進行は食い止まる可能性が高いです。が、それでも進行してしまう。視野が悪くなってしまう人がいる。じゃあどうすればいいか。血流を良くしてあげることによって、そのダメージ、視野の進行を食い止められるんじゃないかと言われてるんです。血流が良くなる新薬のお話とか、他の動画とかでも紹介してますけども、そういうのもありますし、今回はそうではなくて、旧来からある治療なんですね。今回は53名、53がんの方の目に対して、トラベクレクトミーという、極めて昔からある緑内障手術することによって、眼圧が 17.9 から 7.9 に下がっただけではなくて、眼の管流圧といってね、眼管流圧が 43.3 から 52.1 となり、レーザースペックルフローグラフィーといって、目の血流を測ってみると、血流も改善したという結果が出てきたんです。でもこんな話をすると、でもそれって眼圧が下がったからだけなんじゃないのって言われるかもしれないです。違うんですよ。眼圧だけではなく、それを除いた感じでチェックしてみたとしても、手術をすることで血流が良くなる。つまり、この
トラベクレクトミーという手術は、眼圧を下げ、かつ血流も改善してくれるっていうのがあるんです。今回の研究にはないですけども、さらにこのトラベクレクトミーにはいいことがあります。何か。眼圧の変動を抑えてくれるんです。どういうこと？眼圧って眼科で測りますよね。今日は14です、11です、13です、言われますよね。毎回同じ数字ですか？違いますよね。今日と明日、明後日、行くたびに数値変わりますよね。なぜか。眼圧というのは変化するんです。血圧もあなた測ったことありますよね。朝と昼と晩で血圧違うんですよ。興奮してるときは血圧上がるんですよ。リラックスしてるときは血圧下がるんですよ。同じように眼圧も上がったり下がったりします。この上がっているね、数字の一番高い時がどんぐらいなのか知りたいですよね。じゃあ眼科にこまめに行きましょう。今日は9時に行きます。明日は10時。明後日は11時。次12時。じゃんじゃんじゃん。行きました。眼科のやってる時間に全部行けばわかるか。それではあまりわからないんです。なぜか。眼圧はもちろん昼間が高めの人もいるんですけども、夜寝ている時ぐらいに高い人が多いんです。そんな夜中に眼圧を測ってって眼科に行くことってできないですよね。なので結果としてあなたは今測ってる眼圧ってどちらかというと1日の中で低めの圧力を見てるようなもんなんですよ。だから私は11だから全然 OK って言ってもそれは低い時が11なだけで高い時はもしかしたら18、19、20とか上がってるかもしれないじゃないですか。これをトラベクレクトミー、緑内障手術は波を少なくできる。なぜか。トラベクレクトミーってどんな手術をするかというと、目の玉にちっちゃい穴を開けて、中から外に水を逃がしてあげるんですね。もちろん皮はかぶしてあげるんですけど。で、水を逃がしてあげる。だからこそ、普通の水の流れと違うんですよ。じゃあ、緑内障の目薬って何してるのっていうと、一つは防水酸性抑制っていうんですけど、目の玉の中には水があって、それは栄養を生かせるために水を作って、栄養を生かして、そして流れる。この流れがあります。この水を作る能力をちょっと落としてあげる。これを防水酸性抑制って言います。この防水酸性というのを人間のリズムの中でたくさん作るときと作らないときがあるんですね。仮に目薬でそれを抑えたとしても、波は波のままなんです。じゃあもう一つ、防水酸性抑制があるんだったら、排出促進、流れを良くしてあげるっていう目薬も結構あります。じゃあこれだったら、じゃんじゃん流してあげて手術と一緒じゃない？違うんですね。あくまで緑内障の目薬というのは、もともとある人間の目の水の流れをよりよく流してあげるだけなんですよ。もちろん、ブドウ膜、強膜路とか、いろんなね、目の水の流れ道があって、それを促進してくれるわけだけど。とはいえこれも波があって、その波自体は維持されたまま、ちょっと抑えられる。こんな感じになってくる。だとすると、穴開けてしまえば、ただ水ビューっと流れてくるんですよね。朝だから昼だから晩だから穴が開いてるところから水が流れにくいとか、ないんですよ。穴が開いてりゃ流れるんですよ、水は。なので、この手術はシンプルであるがゆえに、しっかりとよく効きやすい。だからこそ、トラベクレクトミーっていう手術は、かなり頑張って治療しています。眼圧目の硬さもかなり前よりは良くなったはずです。それなのに進んでしまう人に対してやることがあるんですね。眼圧を少しでも下げるため、それもあります。さらには手術をしました。特に大きいトラブルはなかったけども、眼圧、あんまり今変わってないね。手術前の眼圧が12でした。今の眼圧も12です。じゃあもうこれは手術に意味がなかったのか。そんなことないんですね。同じ12だとしても、波が少なくなってくれて、かつ目の血流も良くしてくれて。なので、手術をすることにかなり意味がある手術です。
実際私も見てきて、私が手術してる患者さんや他の先生が手術してる患者さんでトラベクレクトミーの後の患者さんをたくさん見ています。やはり手術というのは患者さんにとっても医者にとってもあまり気持ちいいものではありません。白内障の手術のようにね、手術をすれば見やすくなりますなんて手術であれば、やって幸せになれますよねって言いやすいです。けど、緑内障手術、トラベクレクトミーに関しては、手術をして見やすくなることはないんです。手術をして見づらくなることはあるんです。何のために手術するのというと、進行を食い止めるためなんですね。なので、トラベクレクトミーって手術をする前医者にこんなに大変です、こんなに大変です、こんな手術ですって説明を受けるんですよ。すると、なんでそんなになんだか調子悪そうな手術を受けなきゃいけないの？どう考えてもやんない方がいいじゃんなんて思うじゃないですか。思うんだけども、意外と、もちろんね、それで調子悪くなる人もいるけど、経過が良くて、すっきり、今まで眼圧が低くても、視野がじゃんじゃん悪くなってるのが、すっかり止まったって人もたくさんいらっしゃる。そんな感じの手術なんですね。なので、非常にベーシック、基本的な手術ではあるけれども、かなり効果が高くて、日本、世界で最も重要と言われているのが、やはりこの緑内障のトラベクレクトミーなんです。今、よく行われているのは、ミグスと言って、アイステント W とか、マイクロフックとか、いろいろありますけども、あれは簡単にできる。代わりに効果は結構低い。トラベクレクトミーは大変だけども、しっかり効きやすい手術なので、今回の研究結果でも分かったように、非常に効果的である事実です。もちろん、リスク、危険性もあるので、それは別動画をちょっと見ていただければと思いますが、そういう危険性を理解した上であれば、心配なく治療はお受けになっていただいて、少しでも維持できるのには、眼圧だけではなく、血流も良くしてくれて、眼圧の波も抑えてくれるというのがあるので、ぜひぜひ、手術しましょうかって言われたら、ちょっと検討いただければなと思います。こんな感じで、手術の効果とか、今回2025年の最新論文紹介しましたけど、毎月世の中には最新の治療、最新の手術、最新のものが紹介されています。なかなか皆さん自分で見つけるの難しいと思うので、私毎月アップしてるので、ぜひぜひちょっと他動画も見ていただけると、こんな最新のがあるんだってわかりますんで、見てください。チャンネル登録とベルマークっていうのを押しておくと、それも見逃しにくいので、チェックいただければと思います。また、不安だな、緑内障心配だなっていう人多いと思います。そういう場合は、月に1回 YouTube ライブって生放送をやってるので、それを見ていただくか、その放送の再生リストっていうのがあって、こんな感じでみんな心配してんだっていうのを見ることができるので、ぜひちょっとそれも再生リスト覗いていただければと思います。今後ともよろしくお願いします。